はじめまして、こんにちは。レイドシャドウレジェンド日本公式アンバサダーの BS エイコリンです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画は炎の騎士ノーマルをゆっくり丁寧に解説していきます。ダンジョンの中でも高難易度のボスです。進まず困っている方に少しでもお役に立てますように、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。よかったらグッドボタンもお願いします。ドロップ異物。炎の騎士を開きます。勝利するとドロップされるのは9種類の異物です。他には神秘石や古代石、XP ドリンクやシルバーがドロップされます。おすすめの異物はリジェネレーションと猛攻です。スタンの英雄がいない場合は、スタンの異物を全体攻撃のある英雄につけてあげるのもいいですね。序盤はステータス次第で種類に関係なく使用しました。ステージが上がっていくとドロップされる異物のランクやレア度が高くなります。周回するときは高いレア度やランクが欲しい場合を除いて、私はステージ20を回っています。それではこの後ボスのスキルを見ていきましょう。ファイロのスキル。ボスの名前はファイロ。まずスキルの特徴を簡単にまとめると、たくさんノックが必要な心の扉ならぬ聖なるシールドを持っていること。たくさん叩いてシールドを外してからダメージを与えていきましょう。まず通常スキル。シアリングストーム。全体攻撃をしてきます。ステージ7以降は与えたダメージの 15% 分 HP を破壊してきます。HP を破壊されると、このように英雄たちの HP ゲージが赤と黒の斜線になります。最大 HP が少なくなっている状態です。どんどん破壊が増えていくと、最悪の場合、倒されて蘇生に起こしてもらっての繰り返しになってしまいます。解決方法もご説明していきますので、この後も引き続きご覧ください。アクティブスキル1、ダズリングフレイムス。全体攻撃をしてきます。この時、デバフのスピードダウン 30% を3ターン付与してきます。このデバフは解除かデバフブロックで防ぎたいところですね。パッシブ1つ目、クロークファイヤ。バトル開始時に聖なるシールドを出します。与えるダメージが 80% 軽減して、デバフやその他効果が全く効きません。無理やり剥ぎ取ることもできません。もし聖なるシールドを開けることのないままファイロのターンになってしまうと全体攻撃をされます。さらに英雄たちの最大 HP を破壊してきます。そしてファイロは自身がターンを迎えるたびに HP 回復します。これが厄介なんですよね。せっかくダメージ与えても回復しちゃう。こちらも解決策がありますので引き続きご覧ください。パッシブ2つ目、オールマイティイミュニティ。スタンやフリーズなどのクラウドコントロール系デバフや HP 交換や HP バランス効果、スキルクールダウン延長が効きません。道中の敵にはスタンもおすすめです。ステージ21以降になるとパッシブが2つ増えます。パッシブ3つ目、オールマイティストレングス。敵の最大 HP がダメージ基準の攻撃やスマイトはボスの最大 HP10% を超えることはありません。それでもどちらも十分ダメージが入ります。ステージ20まではこのパッシブはないので、最大 HP がダメージ基準のスキルがあるホールドハートやナットで周回しやすいです。パッシブ4つ目、オールマイティパシスタンス。ターンメーター減少の効果が 50% 低下。それでもターンメーター減少させるのはおすすめです。減少率が高めのスキルの方が効果が出ますね。それでは戦うコツを解説していきます。道中の敵は全体攻撃のある英雄を入れると進めやすいです。ファイロは通常スキルの時やシールドが閉じたままターンを迎えると最大 HP を破壊してきます。これを復元できるスキルを持っている英雄がいます。アドレイク、マリチカ、アデリン、フライドナ、アラズ、ワズガルなど、あまり人数いないしレジェンダリーが多いので持っていないことが多いと思います。HP 破壊で困っている方は異物の治癒や祝福を仲間全体を回復できる英雄につけてあげるのがおすすめです。治癒は4つ装備させると自身が回復系スキルを使用した時に効果が 20% 増加します。その増加した 20% 分で破壊された HP を復元してくれます。ミラクルヒールは覚醒させてから回復役にこの祝福をつけてあげると、回復時に破壊された HP を回復量に応じて復元してくれます。
ランク1で 50% の確率で回復量の 10%、ランク3で 75% の確率で回復量の 15%、ランク5で 100% の確率で回復量の 20%、ランク6で 100% の確率で回復量の 30% 復元します。ランクが高いほど確率が上がり、復元量も増えますね。もう一つ、祝福のノリッシュ。バフの治癒継続の回復量が増えて、治癒継続1つにつき HP 破壊が復元します。次にアクティブスキル1でスピードダウンを付与してきます。これはデバフブロックまたはデバフ解除の英雄を連れていくのをお勧めします。そして最大の難関であり一番大事なポイントの聖なるシールド。戦闘画面ではここに聖なるシールドの耐久値が表示されています。攻撃がヒットするたびに減っていきます。これをいかに早くゼロにして聖なるシールドを外すかが鍵となります。ステージが高くなるほどシールドの耐久値が増えていきます。ステージ1から6は5、ステージ7から9は7、ステージ10から20は10、ステージ21から25は12です。耐久値が高いほどダメージも回復量も多いです。耐久値を減らしてシールドが外れたらダメージを与えつつデバフを付与するチャンス。スキルに複数回攻撃がある英雄を入れましょう。通常スキルが複数回攻撃あるとなお良しです。人数が多いほど早くシールドが開きます。複数回攻撃のある英雄には祝福のファントムタッチをつけてあげるとさらに攻撃ヒット数が増えるのでおすすめです。試しにファントムタッチをつけてる英雄で3回攻撃してみますね。はい、今の3回攻撃に対してマイナス3になるはずがボーナスダメージで3以上減りました。あとは同盟攻撃のスキルもおすすめです。誰かがいけーと発動すると仲間も攻撃に参加するスキルです。聖なるシールドが開いたらターンメーターを減少させたり、デバフのスピードダウンを付与してパイロのターンが来ないようにしつつ攻撃を与えていきましょう。聖なるシールドが開いている間だけデバフの付与をするチャンスです。これらを効かせてシールドが開いている時間を長くして倒していくのがおすすめです。シールドは閉じると回復してしまいます。ちなみに私は食事を食べ終わった後、ついスイーツを食べてしまいます。ターンメーターダウンで開けたままにできず、シールドがまた閉じてしまう場合は、治癒ダウンのデバフもおすすめです。シールドが閉じた時に回復するのを阻止できますので、早く倒せるでしょう。あとは防御力ダウンや弱体化のデバフを付与できれば、ダメージが入りやすくなりますので、早く倒しやすくなります。防御力ダウンと弱体化は、炎の騎士に限らず、敵に付与していくように意識すると、いろんな場所で早く倒せます。スタンなどの行動阻害デバフは、ファイロに付与できませんが、道中の敵には有効です。ダメージで一網打尽にするか、全体攻撃でスタンなどで行動阻害してから倒すか、お好みで戦ってください。ステージ21以降はダメージ量が制限されますが、祝福でスマイトを付与できるレジェンダリー英雄を入れたり、敵の最大 HP がダメージ基準の英雄もまだまだ効果的です。パイロにデバフを付与するには、ステージ13から15は精度130くらい、ステージ16から18は精度180くらい、ステージ19から25で精度230くらいあれば付与できると思います。パイロのスピードはステージ1から25まで100なので、英雄たちの育成においてスピードはあまり意識しなくても大丈夫ですが、早ければ早いほどいいですね。ということで、おすすめ編成は複数回攻撃や同盟攻撃、防御力ダウンや弱体化、ターンメーター減少やスピードダウン、敵の最大 HP がダメージ基準、HP 破壊がきつい場合は HP 破壊復元、道中の敵に全体攻撃、倒されてしまう場合は回復や蘇生、もしくはダメージブロックやシールドなどもおすすめです。それではおすすめの英雄をご紹介していきます。レア度はエピック以下をご紹介しますね。複数回攻撃のある英雄から、私も愛用しているハイエルフのネルドール、すべてのスキルが複数回攻撃あり、さらにハードで要になってくるフリーズ。自身でも付与できますが、仲間がフリーズを付与するたびに 30% の確率で3回攻撃の通常スキルを発動します。スピードダウンも付与できるのでめちゃめちゃおすすめです。長く活躍してくれます。
おすすめ2体目はシルバンウォッチのクリオダン。先ほどのネルドールに続き、炎の騎士でおすすめとして王道の英雄です。通常スキルとアクティブスキル1が複数回攻撃でフリーズも付与できます。フリーズを付与するたびに自身のターンメーターが上がります。ハードではフリーズが要になるので、ノーマルの時に育成してしまうのもありだと思います。おすすめです。次はシルバンウォッチのルエラ。通常スキルとアクティブスキル1が複数回攻撃です。防御力ダウンと弱体化とスピードダウンのトリプルセットを付与できてすごくいい。次はドワーフのヒルダ。複数回攻撃と治癒ダウンを付与できます。全体攻撃とスタンもあるので道中の敵にもいいですね。次はセイクリドオーダーのサングイニア。通常スキルが3回攻撃。デバフブロックや治癒継続もあります。デバフ解除もあります。次はセイクリドオーダーのフロストブリンガー。複数回攻撃と治癒ダウンがあります。なんと防御力ダウンもあって仲間にスピードアップと攻撃力アップも付与できます。治癒ダウンだけで探すなら英雄フィルターでこの治癒ダウンのマークを押して手持ちにいるか探してみてください。次はレア、ハイエルフのアポセカリー。通常スキルが3回攻撃。仲間にスピードアップ付与と仲間のターンメーター増加もできます。それでは連携攻撃のあるおすすめ英雄。バーバリアンのファラキン。ファラキンはいろんなシーンでおすすめしてきましたね。同盟攻撃だけでなく、防御力ダウンや HP バーンに毒とよりどり緑、デーモンロードやダンジョンでも活躍するのでおすすめです。ドワーフのモラグ。複数回攻撃もありながら同盟攻撃ができて自身はカウンターできます。それではターンメーター減少をさせることができるおすすめ英雄を挙げていきますね。まずは王道のアルーア。アルーアを育てれば間違いなし。通常スキルは3回攻撃でヒットごとにターンメーターを 25% ずつ減少してくれますので合計 75% ですね。ステージ21以降はターンメーター減少効果が 50% 軽減されますが、それでも約 38% 有効です。ターンメーター減少を確実に発生させたいから、クリティカル率は100にしておきたいですね。パイロのスピードが100なので、アルーアのスピードを頑張れば、パイロにターンを与えることなく勝利できる可能性があります。防御力ダウンも付与できます。くるくるりーん。もう一人、王道、ダークエルフのコールドハート。通常攻撃は4回で治癒ダウンを付与できます。敵の最大 HP がダメージ基準の攻撃もあって、さらにターンメーター 100% 減少。ステージ21以降も 50% 減少できます。育成しておくとスパイダーの巣などでも大活躍します。次にナイトレブナントのクリムゾンスレイヤー。通常スキルが複数回攻撃。アクティブスキル1では強化すると 70% の確率でターンメーターを 50% 減少。その分自身のターンメーターを増加します。さらに治癒ダウンも付与できます。次にドワーフのジオマンサー。パイロのターンメーターを0にできます。優秀。ステージ21以降でも 50% 減少ですね。さらに HP バーンや弱体化も付与できます。でも回数攻撃がないので炎の騎士の評価は低いですね。次は敵の最大 HP がダメージ基準のスキルがあるおすすめ英雄。セイクリドオーダーのアーミジャー。通常スキルでターンメーター減少もできます。アクティブスキル1が敵の最大 HP がダメージ基準です。スキルのアップグレードをすると2ターンでアクティブスキル1を発動できます。スパイダーの巣でも活躍してくれます。アンコモン英雄ってところがすごい。ハイエルフのエピックロイヤルガード。アクティブスキル1が敵の最大 HP ダメージ基準の攻撃ですね。アクティブスキル2が4回攻撃です。精度もつけていればスピードダウンやターンメーターを減らすこともできます。防御力ダウンも付与することができます。それではオグコリンからのオグリンおすすめエピック。オールドグルッカス。通常スキルが複数回攻撃。シールドが開いたらスピードダウンを付与してターンメーター 30% 減少させることができます。なんとアクティブスキル2では治癒ダウンもあります。エピックのワズガル。通常スキルがなんと4回攻撃。アクティブスキル1で自身にカウンターを付与できるので、聖なるシールドが閉じた時にまず4ヒットできます。
アクティブスキル2では仲間全員にダメージリフレクトを付与できるので、聖なるシールドが閉じる時に付与できてれば、カウンターが人数の倍の数だけ減りますね。さらにパッシブスキルに破壊された HP 復元もあります。もう一人エピックのローン・ザ・カッター。通常スキルが複数回攻撃。アクティブスキル1で自由ダウン。スキル本を入れたら 100% の確率です。さらにアクティブスキル2ではターンメーター 100% 減少。ステージ21以降でも 50% 減少できます。スキル本を使用したら 100% の確率になり、クールダウンは4ターンになります。とても福耳だからローンは早く返済できそうですね。最後にレジェンダリーですが、クランショップでかけらを購入していくことができるバーバリアンのヤカール。通常スキルが2回攻撃。スピードダウンを付与できて、ターンメーター 100% 奪うこともできます。フリーズもあるので、ハードに進んだ時も大活躍してくれます。以上です。参考に挙げさせていただきました。この動画で紹介した英雄以外にも優秀な英雄たくさんいるので、手持ちの英雄をチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタンお願いします。皆さんにとってのおすすめ英雄や炎の騎士攻略のコメントもお待ちしてます。次回の動画やライブ配信もぜひ見に来てください。ごつれいどー。